お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、学徒出陣などでその数が急増した、高学歴を有する兵士らが体験した苦悩と、高学歴ゆえに見舞われた悲惨な体験について話をしていきたい。高学歴って言葉として抽象的じゃない？具体的には、東京帝国大学を筆頭とする、京都帝国大学や大阪帝国大学等の旧帝大に在学中または卒業、さらには帝大につながる旧制の高等学校に在学中という学歴を持つ軍人らを念頭に置きたい。もちろん、現在の一橋大学である東京商科大学など、帝大以外の大学生も軍に入って辛酸を舐めている人がいるので、それらのエピソードにも言及していこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。高学歴で兵卒となり、軍隊生活において辛酸を舐めた代表例としてまず外せないのは、東大で政治思想史の教授を務めた、丸山正夫だろう。現代文の教科書でその人の文章を読んだ気がする。丸山正夫は大正の生まれで、旧制高校のナンバースクールの筆頭である第一高等学校を経て東京帝国大学法学部に進学。法学部を卒業後は助手として大学に残り、やがて東京帝大の助教授に昇格したが、なんと30歳を過ぎたこの学者先生が、帝国陸軍に二等兵として招集されてしまった。激戦地に送り込まれたのかな？丸山正夫は合計2回招集されており、1回目は朝鮮半島、2回目は広島県の宇品の陸軍船舶司令部に配属されている。そして、丸山正夫が自身の軍隊生活を振り返って非常に有名な言葉を戦後に残している。どんな言葉？まず前提として、当時の帝国陸軍では軍の外の一般社会のことを地方と呼称していた。軍こそが中心だったのか。軍人直輸曰く孤高の軍隊だからね。以下に述べる言葉には現代では不適切な表現もあるのでその点はご勘案いただきたいが、丸山正夫曰く、兵隊に入ると地方の社会的地位や家柄なんかはちっとも物を言わず、家族のお坊ちゃんが、土方の上等兵にビンタを食らっているとして、軍隊はそういう疑似デモクラティック的なものが相当社会的な階級差から来る不満の麻酔剤になっていたと回想している。ただし、この回想は反響が大きかったので、丸山正夫は後年、日本の軍隊の持っていた、そういうパラドキシカルな民主的性格というフォローもしている。実際、丸山正夫は二等兵という階級で帝国陸軍に入ったので、尋常小学校での一等兵から厳しいご指導が色々とあったらしく、その体験は強烈なものだったらしい。二等兵だけど帝大助教授ってことで尊敬されたりしないの？帝国陸軍では階級が全てであり、もっと言えば職期を意味する面子の数が物を言う世界だったから、帝大助教授だろうがなんだろうが殴られる時は殴られたそうだ。職期の数が物を言うってどういうこと？軍隊で飯を何年食ってきたかという意味で、要するに軍での在籍年数が物を言うことを指し、古参兵や古参の下士官の強さを表現している。帝大とかの学生やら教授は昭和よりも前の時代から招集されてきたの。山形有朋がその礎を築いた大日本帝国の徴兵制は国民開兵を謳ってはいたものの、実際は抜け道の多いシステムだった。兵役法等により、戦前の学生による大学、高等学校、専門学校等の学生は徴兵猶予を受けることができ、日中戦争が開始されるまでは、大学生で徴兵されるなんてごくごく少数の話だった。日中戦争前の帝国陸軍って、陸軍将校はポスト不足でダブついて昇進が遅れに遅れて、下士官や兵卒は除隊後の再就職先に悩んでいるような時代だよね。そんな時代に大学生を招集してたの。徴兵検査で優等な結果を収めた少数の大学生らが兵卒として入隊していた。しかも、その時代の兵営生活は、日中戦争や大東亜戦争時代の殺伐とした兵営生活ではなかったらしく、当時招集された大学生らは、自由やのんびりという言葉で回想するような牧歌的な軍隊生活だったらしい。徴兵検査で最も優等な結果を収めた大学生らが入隊してくるから、部隊でスポーツチームを編成することもあったそうな。おおらかだな。ちょっと話がそれるが、最近ニュースになってたけども、あの戦争を大東亜戦争とあえておっしゃるのかな？太平
朝戦争が正しい故障なのか、大東亜戦争が正しい故障なのかはメンバーシップの動画で以前探求しております。当チャンネルではあえて大東亜戦争と呼称しますのでご承知おきください。ちなみに、スポーツチームの編成は、大東亜戦争中、平和すぎて軍機の士官が問題になるほどだった仏印進駐軍でも実施されているけどね。第一次世界大戦から満州事変に至るまでの時期、主だった戦争がないという時代の性質上、農村から徴兵されて軍隊生活を経験したある老兵卒の階層でも、軍隊は年季暴行に比べりゃ楽だった。戦地に生かされる今の若者は楽じゃないよな、と召集される若者に同情を寄せている。戦地に生かされる時代だったか否かが分岐点だったか。日中戦争で召集されたある兵卒の階層でも、大陸での前線をくぐり抜けてきた古参兵は目つきが違いすぎて新兵にはとっても恐ろしい存在であり、それら古参兵による新兵の指導は時に生産を極めたとのことだから、戦争が人を変えるのかもしれないね。大学生とか大卒の人は幹部候補生として入隊できなかったの？海軍に遅ればせながら帝国陸軍も学歴を考慮する幹部候補生システムを作っていくんだが、高学歴人材の幹部としての獲得競争で海軍に大きく遅れをとっていたためか、大学生や大卒が一兵士として辛酸を舐めたエピソードは帝国陸軍の方が圧倒的に多い。平和な時代は徴兵猶予で実質的に軍隊と関係を持たなかった大学生らだったが、戦局の悪化に伴い、文化系の学生に対する徴兵猶予は廃止となり、有名な学徒出陣の時代となる。社会的に高学歴と称されたいわゆる学徒兵は、特に日中戦争以降、兵営内では珍しい、大学で、という出自のせいで、下士官や古参兵からのやっかみ、嫉妬にさらされ、それは苦労した人が多い。鉄拳制裁かな。帝国陸軍における内務班での悪名高い私的制裁の慣習は当然に学徒兵にも向けられた。また、学徒兵が慣れない軍務に従事する中で、帝大を出ているのにこんなこともできないのかという痛い視線や言葉を浴びることもあったそうだ。ある学徒兵の回想だが、戦局の悪化に伴い軍内でも物資や装備品が欠乏し始め、軍家の代替品としてわらじを縫うことになった際、農村から徴兵されてきた農家出身の兵卒は慣れたものでスイスイわらじを作っていくが、学徒兵は当然にうまく作ることができず、大学まで出てわらじ一つも作れないのかと侮蔑的な言葉を言われ、しかも、やっと作ったわらじはゴツゴツなので足の皮膚を傷つけ、土や砂が侵入するのでその傷が可能するという悲惨な状況になった。色々と辛いな。さらに、学徒兵同士でも、師範学校が帝大に嫌味を言う、次第が帝大をよく殴ったという回想もあり、右も左も敵の多い、殺伐とした兵営に放り込まれた学徒兵らの苦労が忍ばれる。なぜそんな扱いを受けたのかな？理由は二つあると思われる。一つは学徒兵からしたら知らんがなと言いたくなる理由。もう一つは学徒兵の攻めに帰すべき理由と言えるかもしれない。知らんがなの方から聞こうか。戦前の大学進学率は今とは比べ物にならないほど低く、大卒者はまごうことなきエリートだった。しかも、当時の帝大に進むには、旧制の高等学校に進学する必要があったが、この高等学校は受験での合格も難しいだけでなく、進学したら寮費等でとにかくお金がかかるので、実家が太くないと進学が難しいという事情もあった。周りとの経済的格差を気にしながらも苦学して通った高等学校生もいるけどね。これらにより、選ばれた、しかも実家がおおむね太い学徒兵らは、昭和恐慌等で疲弊した農村から徴兵されてきた古参兵の目から見ると、地方での階級差を超越して、軍隊内での階級差に物を言わせて殴ることができた、という環境が作用したのではないだろうか。もう一つの学徒兵側の奇跡自由は、これについても知らんがなという理由になるかもしれないが、学徒兵は人生をかけて軍隊に奉公していこうとは考えておらず、一時的にこの状況をしのぐことができればと考えている人が多かった。陸軍幼年学校や陸軍士官学校に入る人は軍に人生をかける意気込みがあるだろうけど、学徒出陣で軍に入ってきた学生は仮の職場意識があったろうね。この学徒兵の内在的な意識、つまり軍隊は所詮は腰掛け、という意識が、露骨に表面には出ないにせよ。
言動の節々に冷たい傍観者のような批判や言動として現れ、それらの言動が、生え抜きの軍人ら、特に軍に人生をかけようと意気込む青年将校や、軍で苦労を重ねてきたベテラン下士官や古参兵を刺激したのではないか、という指摘がある。さらに、学徒兵は軍内での実務には疎いが、理屈をこね回すことだけはお手の物で、理屈を立てて上官に物申す様が、上官の嫌悪感につながった可能性もある。その刺激や嫌悪感がまず将校に共有され、それが自然と下士官や古参兵に伝播して、必要以上に鉄拳制裁や侮蔑的言動が横行した可能性もある。学徒兵の中にはその頭脳を活かして上官が一を言ったら10で実行し、上官からその能力を評価される学徒兵もいたが、他方、学徒兵が多い部隊だと上位下達が励行されないからうちは大変だと上官が愚痴をこぼす部隊もあったそうだ。そもそも水と油の関係だったのかもしれないね。鉄拳制裁の横行する内務班での軍隊生活に嫌気がさした学徒兵の中には、あえて特別操縦見習い士官、いわゆる飛行隊員を志願する者もいて、周りの学徒兵から必死に止められる者もいたそうだ。なんで止めるの？飛行隊員はね、死亡率が高いんだ。しかし、死を意味する飛行隊員に志願してでも脱出したいと思わせるほど、学徒兵にとって内務班は陰惨だったのだろう。醤油を一本飲みして徴兵検査をくぐり抜けようとしたってエピソードを聞いたことがあるけど、学徒兵もそういう方法を使わなかったの？理科系の学生は徴兵猶予があったから、本当の志望は理科系ではなく文化系なのに、大学の医科や数学科に進学することで徴兵を回避しようとする高等学校の生徒もいた。しかし、全体的な傾向として、当時の学生らにおいて、国家に奉仕する、つまり兵士になるというのは倫理的な同調圧力として強く作用し、徴兵逃れは卑怯であるという意識のもと、粛々と軍隊に入った学生も多かったらしい。いわゆる大東亜共栄圏構想なるものは軍部に引きずり回される外務省が慌てて作った感も否めないが、そういった横領な理念や構想ではなく、学徒兵を戦場に駆り立てたのは、皆が入営するから俺も入らねば、という意識を持たざるを得なかった当時の社会の空気だったのかもしれない。その空気により辛酸を舐めて果ては戦死となれば、親御さんはやるせない。長くなってきたので、今回はここまでとさせていただき、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。メンバー限定にアップしている動画は直近で合計40本ございますが、その中でも視聴回数の多い動画は、受験戦争における陸軍士官学校の地位、大東亜戦争と太平洋戦争、どちらが正しい戦争名か、闇深き帝国陸軍の勝者、昭和通称、憲兵将校と憲兵の出世競争、敬遠時代、ニコポン軍人と供養宰相との二巨頭時代、情報と謀略の軍人外交官、駐在武官、東亜占領地域での民心掌握の苦悩、金槌を持った軍人たち、戦地陸軍建築部、大本営情報参謀掘り映像、マッカーサーとの対決編、大本営情報参謀掘り映像、本土決戦編、猛訓練による凄惨な大規模事故、美保関事件、日本陸軍、中国共産党軍との情報戦争、ソ連軍将校の報告から浮かび上がる帝国陸軍の実態、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、陸軍中野学校の卒業将校、暗躍と不祥事、戦時下の軍部と官僚の攻防、画像の動画は、電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条英機が、対米開戦の是非をめぐる混迷で近衛文麿内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠誠心に燃える東条英機が家中の栗を拾い、対米開戦するか否かの難しい舵取りに奔走する姿を解説しております。東条大将と海軍との駆け引きはもはや政治劇だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、
この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。メンバー限定の動画群は画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますとその紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。